今回はページを使用して、このような GUI 画面を作成しました。配置したウィジェットは、上よりラベル1、その下にエントリー1、スクロールドテキスト1、右側にボタン1、2、3、4を配置しています。これらのウィジェットを使用して、入力された数値より基礎統計量を計算し、CSV ファイルに出力するプログラムに修正を加えました。こちらがページで作成されたコードを修正したファイルです。それでは、プログラムを実行してみましょう。エントリーに数値を入れエンターを押すと、下のスクロールテキストボックスにそのデータが表示されます。続けて、データを入力してみましょう。このようにデータが追加されていきます。ここで、数値以外のデータを入力すると、数値を入力するようにラベル1に表示されます。入力した直前のデータが誤りである場合には、888を入力します。すると、再入力するようラベルに表示されます。入力されたデータを初めから最後まで表示するには、ボタン2のデータ表示ボタンを押します。次にこのデータより基礎統計量を求めるには、ボタン3の基礎統計量ボタンを押します。そして、これらのデータを CSV 出力するには、ボタン4の出力ボタンを押します。それでは出力された CSV ファイルをメモ帳で見てみましょう。このように、スクロールテキストボックスの内容が文字列として出力されていることがわかります。それでは、プログラムコードを見ていきましょう。最初は GUI 設定コードです。追加、修正部分のみ説明します。エントリー1に67行のコードを追加しました。ここでは、ユーザーがエントリー1の入力ボックスにカーソルを合わせてエンターキーを押したら、サポートファイル内のオンアンダーラインエントリー1アンダーラインリターン関数を呼び出して実行します。次に、ラベル1の初期値として、数値を入力してエンター、終了、999取り消し、888を設定し、ボタン2への追加は、ユーザーがボタン1、クリアボタンをクリックしたら、サポートファイル内のオンアンダーラインボタン1アンダーラインクリック関数が呼び出されデータがクリアされます。ボタン2についても同様に、ボタンがクリックされたら、サポートファイル内のオンアンダーラインボタンにアンダーラインクリック関数を実行し、それまでに入力、保存されたすべてのデータがテキストエリアに一覧表示されます。次は基礎統計量を求めるボタン3の設定です。ここでは、サポートファイル内のオンアンダーラインボタン3アンダーラインクリック関数を呼び出す。コードを追加しています。これにより、このボタンを押すと、入力されたデータ全体の件数、平均値、標準偏差などの計算結果がテキストエリアに表示されます。次は CSV ファイルに出力するボタン4の追加コードです。ここではサポートファイル内のオンアンダーラインボタン4アンダーラインクリック関数を呼び出すよう設定します。これにより、テキストエリアに表示されている内容が、指定された CSV ファイルに保存されます。次に、サポートファイルの修正点について説明します。ここでは、データの保存や基礎統計量の計算にパンダスを使用しますのでこれをインポートしておきます。次に追加された関数エントリー1リターンについて説明します。ここではエントリー1でエンターキーが押された時の処理を設定しています。アンダーライン W1 エントリー 1.get.strip で入力ボックスからテキストを取得し、前後の不要な空白を削除し変数エントリーアンダーラインテキストに代入します。そして入力ボックスを空にして、次の入力に備えます。そして、エントリーテキストが空の場合には、この関数を抜け出します。次に、47行目はエントリーテキストが999であった場合の処理です。ここではデータ入力を終了させます。ラベル1に終了メッセージを表示し、それ以上入力ができないように入力ボックスを無効化し関数より脱出します。エントリーテキストが
888の場合は、直前に入力したデータを取り消します。データフレームから最後の行を削除し、データ番号を一つ戻します。その後、テキストエリアの表示を更新し、この関数より脱出します。データ更新と全データの表示は、こちらの関数となります。ここでは、スクロールドテキスト1のモードを編集モードに切り替えて、テキストボックスのすべてのデータを削除した後、データフレーム DF を文字列に変換し挿入し、最後で開業します。そして、このテキストボックスのモードを書き込み禁止とします。これがエントリーテキストが888であった場合、呼び出されるデータ更新関数です。エントリーテキストが999でも888でもない場合は、こちらのトライが実行されます。まず変数バリューにフロート、エントリーアンダーラインテキストでテキストを数値、フロート型に変換します。そして、データフレームへ保存します。次にスクロールドテクト1を編集モードとし、テキストの2末尾にデータはじめ中括弧データアンダーラインカウンター終わり中括弧、はじめ中括弧バリュー終わり中括弧開業の形で追加します。次に、アンダーライン W1、スクロールドテクト 1.c、エンドで、テキストエリアを一番下まで自動的にスクロールし、スクロールドテクト 1.configure、ステート一重引用符でセーブルド一重引用符でテキストエリアを無効モードに戻します。最後はラベル1にデータを保存したことを表示して、データカウンターを次の行で一つ増やしています。次は、オンアンダーラインボタン1アンダーラインクリック関数です。ここではスクロールドテキストのクリアを行います。if 文が実行されると、すべてのデータをクリアしますかという確認ダイアログを表示します。イエスと答えた場合は、if 文以下のコードが実行されます。まず90行でデータフレーム DFO からの状態に戻します。そして91行でデータカウンターを1として、93行でスクロールドテキスト1を編集モードにし、テキストエリアをクリアします。そして再び編集不可とします。97行では、ラベル1にデータをクリアしました。数値を入力してくださいと表示します。また、エントリー1を編集モードにし、フォーカスをエントリー1に設定します。次はデータを表示するボタン、オンアンダーラインボタンにアンダーラインクリック関数です。ここでは、データフレームにデータが入っていない場合には、ラベル1に表示するデータはありません。と設定し、この関数より脱出します。データが入っている場合には、ラベル1に保存されている全データを表示しますと設定しアップデートアンダーラインスクロールドアンダーラインテキストアンダーラインウィズアンダーラインオールアンダーラインデータ関数を実行します。次はオンアンダーラインボタン3アンダーラインクリック関数です。ここでは基礎統計量の計算を行います。123行の if 文では、データフレームにデータが入ってない場合には、ラベル1に統計量を計算するデータがありませんと表示し、メッセージボックスにもデータが入力されていませんと表示します。そして、この関数を脱出します。128行では、入力された全データを表示します。そして開業コードを挿入します。131行では、スクロールドテキスト1を編集モードとします。132行では、変数スタツに、統計量をディスクライブ関数で計算し入れます。次に、133行でテキストの末尾に基礎統計量と表示します。134行では、テキストの末尾に計算された統計量を表示します。137行では、編集モードより編集禁止モードに変更し、次の行でラベルに基礎統計量を表示しましたと設定し、この関数の処理を終わります。オンアンダーラインボタン4アンダーラインクリック関数が出力ボタンの処理です。ここでは最初にファイルパスを設定します。そして変数コンテントに前後の空白を取り除いたテキストボックスの内容を取得します。147行では変数コンテントの内容が空である場合には
メッセージボックスに出力する内容はありません。と表示しこの関数を脱出します。コンテントに内容がある場合は、151行以下の記述が実行されます。まず、152行では、現在の OS が Windows の場合はドライブが存在するかを確認します。ドライブがない場合には、メッセージボックスにドライブが見つかりません。ラベル1にドライブがありませんと表示し、この関数を脱出します。また、158行では、保存先のフォルダーが存在しない場合は、自動でフォルダーを作成します。163行では、指定したパスでファイルを開き、次の行164行でコンテントの内容を書き出します。そして、166行でラベル1にファイルを出力しました。と表示します。また、167行で、メッセージボックスで、ファイルを正常に保存しました。と表示します。169行以降はエラー処理の記述を書いています。